どうも、陰性水草大好きカプラーです。おはようございます。皆さん、観葉植物は好きですか？私は観葉植物の代わりにブセファランドラやアヌビアスナナという熱帯植物を育成しています。結構な数を飼育していて、一番大きなものとなると、今回動画でも紹介するこの株ですね。今では輸入が禁止されているレアな植物もあるんですけど、どれもこれも一株高いです。コツコツと株を増やしながら自家栽培をやってます。かれこれ5年が経ちました。何も難しいことはしてなくて、最初のセットアップだけ少しだけ工夫しています。それのおかげもあって、現在も放置を貫けています。実際に育てたブセファランドラはこういった水槽のレイアウトに使っています。あっという間に、そして無限に増え続けるので困ってます。めっちゃ幸せです。何もしないで大好きな水草が無限に増えるならこれ以上ない幸せですよね。ということで今回はこの管理が楽な水上育成栽培の立ち上げから具体的な管理方法までを振り返ります。特に立ち上げの時に使った素材が重要ですよね。放置管理ではここが全てだと思えるほど重要です。現在はこうやって放置管理に成功している水槽を維持管理していますが、私も多くの失敗をしてきました。この目に見えている水槽以外にも4つほど水上育成の水槽を作っていました。そちらは見事失敗してすでに壊してしまいました。私もたくさん失敗しており、その中から得たものを糧として今こうして水槽を維持し続けています。この動画では放置での水上育成を失敗した理由や成功した理由、立ち上げ方法などを含めてこの5年間を振り返っていこうと思います。昔の映像もところどころ挟んでいきます。映像が古いと見づらいかもしれませんが、先に謝っておきます。申し訳ありません。8000円の格安スマホで YouTube を撮影していた時代ですので、映像が非常に悪いです。その代わり内容は貴重な資料になってますので見ていってください。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。私が思うにこのチャンネルに集まる方々は植物水上栽培のファンの方、水槽レイアウトのファンの方、放置型水槽のファンの方、LED ライトとかのガジェット好きな方が集まっていると思うんですよね。他のコンテンツのファンの方がいたらコメントでアピールお願いします。今回はこの植物育成の中でもブセファランドラやアヌビアスナナといった陰性水草の水上育成についての動画を作りました。陰性水草ファンの方お待たせいたしました。早速現在の状態から見ていきましょう。こちらが放置管理を始めて5年目。こちらが4年目。そしてこちらが2年目です。これらの水草は年1回くらい動画で撮影しています。今回開けるのが久々です。前回開けたのが1年前ですね。外側から見ようと思えばガラスなので中の様子は見えるんですが、普段あまり見ません。本当に放置してて、高級水草をこんな扱いで管理してたら怒られちゃいそうなんですが、先に謝っておきます。ごめんなさい。結論から言うとかなり順調に育ってます。5年目、4年目、2年目、全部非常にいい状態です。後ほど紹介しますが、実はこれらは維持の方法が異なります。最新のこの2年目タッパー管理が一番楽ですね。それでは一個一個現在の様子を見ていきます。5年目は後回しにして、4年目の方から見ていきましょう。こちら立ち上げて4年目の水槽です。ラップで密閉して締め切り状態です。この状態で維持し続けています。ラップは割と不完全な締まり具合で、中で湿度が満ちているような感じではないですね。ガラス面が結構乾燥しています。室温は25度から27度くらいを一年中維持しています。これは他の部屋でエアコンを一年中つけているので、この温度がだいたい維持されています。湿度は 60% くらいです。人間はめちゃめちゃ快適です。水草にとっては快適なんでしょうか。
それを見ていきます。それでは久々に開けていきます。アクリルが作った時より伸びてますね。密閉力を上げるためにぴったりで作ったのですが、ちょっと歪んでます。さあ、1年ぶりのご対面です。うわ。めちゃくちゃモスに侵食されてますね。ところどころニューラージパールグラスが立ってます。花が咲きそうなブセファランドラもありますね。パッと見て一番大きく育ってるブセはこの子です。めっちゃいい状態ですよね。ただ、ちょっと葉っぱが乾燥しかけてますね。一部溶けてます。これは乾燥ですね。ただ、溶けた葉っぱ以外は綺麗に生えているようです。この水槽は2時間に1回、3分間だけ水が流れる仕組みになってます。水が当たってるところのブセはすごく綺麗に生えてます。先ほどの大きなブセのところには水滴が届かないので乾燥しているようです。ただ、こんな状態でも葉っぱが完全に枯れていないのはブセファランドラが水蒸化していて、ある程度湿度を保っているから枯れずに育ってくれているんだと思います。背の低いブセファランドラはウィローモスに覆われています。よく見えないのでウィローモスを取り除いて観察してみましょう。ごっそり取れましたね。このウィローモスは1年でとんでもなく伸びました。小さなブセファランドラはウィローモスが絡みついて、ウィローモスを取ろうとすると一緒に抜けてしまいました。抜けた株を見てみるととてもいい状態です。葉っぱも黒く光って分厚く育ってます。クレモスも回収できました。これはストック水槽で保存しておきます。これもいい状態ですね。ウィローモスを取りながら株を仕分けて整頓していきます。久々のメンテナンスです。最終的に今回は水が一番当たっていなかったところを直して全体に水が当たるようにしていきます。小さなブセは狭いスペースに詰まっていたので、これをばらけさせて全体に広げていきます。これで整頓完了です。ものすごい量のウィローモスが採取できました。今回は水の噴射が上を向くように調整をしました。アクリルの板を閉めると天井に当たった水は跳ね返ってブセに降り注ぎます。あとは微調整して完了です。ラップで仕上げて湿度を保ちます。この1年間一度も開けていなかった割にとっても綺麗に育ってくれてました。良かったです。ちょっと安心できました。こちらは2年目のタッパーです。この株自体は4年目の水槽で使っていたブセファランドラと全く同じものです。もともとは水中で管理していたんですが、水槽が割れてしまって緊急避難先として水槽の中身をこのタッパーに移しました。タッパーは基本締め切りで育ててます。こちらのタッパーは小さいブセファランドラやアヌビアス7のかけらを集めてます。切れ端とか使い物にならないくらい小さいものをこちらにまとめてます。葉っぱがちぎれて茎だけになったものをとりあえず保管していたりもします。いつか育って大きくなればレイアウトに使えますからね。ただ単に砂利の上に置いているだけです。こちらのタッパーは大きな株が入っています。もともとはとても小さな株でした。4年目のブセファランドラ水槽からいくつかの株を抜き取って、それを60センチ水槽に入れて約1年半ほど管理していたものです。水槽の中で管理すると葉っぱがとっても大きくなり、ここまで成長しました。水上管理で育成した4年目の水槽と比べてものすごい大きな株に成長しました。同じ4年間でもここまで差があるとは、やはり水中管理の方が葉っぱが大きくなるんですね。以前作っていた60センチの陰性水草水槽ですが、ずっとこの水槽で水中管理したかったんですが、水槽が割れてしまって、その避難場所として急遽このタッパー管理を始めました。きっかけは水槽が割れるという偶然でしたが、結果は非常にいい経験ができました。この2年間水の循環が完全になくてもここまできれいに管理できたということが一番の収穫でした。草たちは土に力強く根を張って育っています。今でも育ち続けていて、ここで育った株は
一部抜き取って先日紹介した60センチの陰性水草水槽で使ったり、90センチのスリム水槽で使ったりしました。それでもなお、まだこれだけ株が残ってます。大きくなりすぎてタッパーの天井に張り付きそうな葉っぱもあるので、株分けしたいと思います。小さく切って全面に広げるのが良さそうです。これから立ち上げる予定の30センチ水槽でも、このブセファランドラを使っていく予定です。さあ、5年目の水槽です。私が管理している陰性水草水槽の中で最も古いのがこの水槽です。立ち上げて現在5年目です。これはちょっと苔が生えすぎですよね。中もとんでもないことになってそうです。開けてみましょう。うわ、さすがに放置しすぎたのか、ガラスの蓋は苔だらけです。中を開けてみると、意外と綺麗かもしれません。しかし、深い部分はかなり黒くなってますね。とりあえずガラス面の苔を取っていきます。スクレーパーで根こそぎ苔を取っています。これが5年分の汚れです。ビフォーアフターで見違えるようになりました。さあ、どのくらい育ったのか、ブセファランダラを取り出したいと思います。少しずつ根っこを剥がしていきます。これはすごいです。流木に根っこが絡みついています。堆積した泥が根に絡みついてますね。きっとここから栄養をガンガン吸収してくれたんでしょう。嘘やろー。はい、取り出せました。とんでもない大株が取れました。今までこんな大株見たことありません。伸びに伸びて枝分かれしたブセファランドラがまさに暴れ回ってます。うわ、すげえの収穫したんだけど、うわ、すご。うわ、すげえ。このブセが生えていた場所は相当汚れてました。壁にはカッチャックンという布を貼り付けていて、白くカビも生えてます。モーターを動かしてみるとかなりうるさかったです。しかもちょっとカビ生えてない、ここ。エア絡みしすぎですね。水水の出も悪いです。そこに水道水を足していきます。ついでにカビも洗い流しちゃいます。勢いは復活しました。うわ、強っ。水、強っ。ただ想像以上に勢いが強かったです。強すぎて土がボロボロになりそうですね。ちょっとこのままじゃ使えないですね。ブセファランダラをきれいにしていきます。本当に伸び続けたブセファランダラは怪物のような大きさです。根っこの長さもものすごいです。丁寧に株を分けていきます。取れました。はい、これが全ての株です。根は長いもので20センチくらい伸びてました。丁寧に植え戻していきます。直接水が当たると吹き飛んでいくので、なんとかガラスに当てたり工夫しています。結局、背面の黒いカッチャックの布に向かって水を当てるのが正解でした。こんな感じで水草を元に戻しました。裏面はこんな感じですね。金属の網を使っていたからか、茶色く錆びてます。水は見た目汚れてないんですけど、これだけ錆びてると、水の中に金属の微量元素が混じってそうです。それで水草が爆食してるのかどうかは定かではありません。はい。水槽全体としてはだいぶ綺麗になりましたね。さて、今回4つの陰性水草ストック水槽&タッパーを紹介しました。どれも2年や4年、5年といった長期管理をしていて、しかもほぼほぼ放置で育ててます。これだけ手間がかからないで高級水草が増えるならお手軽ですよね。今ここに4個の成功した陰性水草のストックがありますが、これ以外に失敗した水槽が3個あります。4勝3敗ですね。この中でなぜ失敗したか、何が成功に導いてくれたのかを分析しましたので、それをまとめてみました。やらなきゃよかったこと1つ目です。1つ目は太陽光を当てることです。もちろん直接太陽光を当てていたわけではありません。もともとこの水槽を置いてあったのは、一日中カーテンが締め切りの水槽部屋です。
一時期大きく模様替えをしました。その時に水槽の部屋から西日が当たる南の部屋にブセファランドラ水槽を移動しました。1日のうちに2時間程度部屋が西日で明るくなります。その中で水槽を維持していたらガラス面に苔がとんでもなく生えるようになりました。ほんとここ1年ぐらいの話ですね。普通のカーテンをしていましたが、遮光カーテンを締め切りにはしていなかったので、どうやらその影響が出てしまったようです。光を当てるなら ppfd50 くらいが目安ですね。だいたい20から50を維持してればいいかなと思います。この水槽の大きさでしたら350ルーメンくらいのライトを水槽の上にポンと置く程度が陸上での ppfd30 程度だと思ってもらっていいです。強すぎる光は苔を生やすので、長期で放置管理するときは抵抗量の方が綺麗に維持できます。やらなきゃよかったこと2つ目です。2つ目は栄養を与えすぎることです。どうにも失敗した経験の一つとして、低床に栄養がありすぎるとブセやアヌビアスの芋が溶けてしまったり、カビが生えたり、変な黒い苔が生えたりしました。栄養がありつつ吸着系の性質を持っているソイル構成にするといいです。例えばこのタッパー管理のように栄養系ソイルと吸着系ソイルを混ぜた土、それを使って水草育成を散々して栄養を使い切った後にそのソイルを再利用するというのがいいですね。あとはこちらのタッパーのように中古の栄養系ソイルを下に敷いて、その上に溶岩砂利を敷き詰めるのもいいです。中古っていうのがある意味ポイントな気がします。直接栄養のあるソイルにブセファランドラの芋が触れないといい感じに管理できます。知り合いの中には園芸用の土の上に鹿沼土のような吸着系の土を厚く重ねて、その上にアヌビアスを置いて管理している方もいます。ある程度栄養を与えながら、ベースではあまり栄養のない土で育てるといい結果が残せました。もし栄養があるソイルを使う場合はタッパー管理のような方法がいいと思います。この使っているソイルはネイチャーソイルという栄養系ソイルにサプリソイルパウダーという吸着と栄養系の中間のようなソイルを混ぜて使ってます。しかもこれは中古のソイルです。2年間くらい水槽で水草を育てた後のその残りのソイルになってます。水槽で使っていたソイルをそのままタッパーに魚の糞とかも混ざった状態で使っています。やらなきゃよかったこと3つ目です。3つ目は新品のソイルを使うことです。新品のソイルを使うとなぜかカビが出ます。なぜでしょうか。中古のソイルを使うとカビが出づらいです。中古は中古でもリセットしたての湿ったソイルです。一旦乾かしてしまうとその恩恵はあまり受けられなかった記憶があります。水槽で使ったソイルは土壌に細菌がたくさん含まれてます。それらの細菌がカビのような真菌の繁殖を抑制するのではないかと考えています。新品のソイルで立ち上げるときはカビ予防の納豆菌が入ったこのアイテムを使うといいです。納豆菌がいることでカビが生えづらい環境になるようです。効果は6ヶ月あるそうです。お守り程度に入れっぱなしにしておくといいかもしれません。やらなきゃよかったこと4つ目です。芋の部分まで水位を上げることです。水の量が多すぎると芋や葉っぱが水に浸かります。ここで光量が強いとブセファランドラに苔がべったりとまとわりつきます。水たまりがあるとそこに苔が生えやすいのと同じようにブセファランドラにも苔が生えやすくなります。また水の流れがないのに葉っぱが水たまりに浸かりっぱなしになってると溶けやすくなります。ですので水位はブセが水に埋まらないように維持していました。あまり水位が低いとエアポンプがエア絡みしてイオンを押し出すので、ちょうどいい具合、そして土の厚さをできるだけ厚く管理していました。もし循環ポンプを使う場合はこれがポイントになります。次はやってよかったことです。やってよかったこと1つ目です。1つ目は温度管理です。1年目の夏はそのまま管理していましたが、冬場にはヒーターパネルを使ってました。冬場では20度を下回る水温になるので、さすがにヒーターが必要な状態でした。今は年間通してエアコン管理しているので、24度から26度、湿度 60% の室内で快適に管理しています。最初は冬場はパネルヒーターで温度管理していました。
土の中の少ない水を温めていたので、意外にも小さなヒーターマットで十分温まってました。この一手間は必須でしたね。水温が低いと成長が極端に鈍るので、暖かい方が伸びやすかったです。やってよかったこと2つ目です。2つ目は使ったソイルを水に溶けづらいものにすることです。モーターで循環してるとソイルは時間経過とともに泥になっていきます。そうなるとなかなか水の濁りも取れないし、水槽全体が泥まみれで汚れてしまいます。これで失敗した水槽がありました。具体的に言うと、ボタニカルソイルはおすすめのソイルの一つです。これは洗って繰り返し使えるソイルと謳われている通り、溶けに強いです。粒がしっかりしていて、長期間使ってもソイル崩れがあまり出ません。というかほとんど崩れないですね。4年間ポンプを回し続けてますけど、未だにソイルの形をしっかりと保ってます。栄養もそれなりに含まれているので、追加で栄養を添加することもなく、放置して維持できます。他には崩れないソイルで言うと、極端な話、砂利でもいいんですが、栄養がないので注意です。以前コントロソイルという吸着系のソイルで立ち上げた水槽は泥だらけになりました。もちろん粒も残ってましたが、葉っぱの表面に薄く泥がつくくらい水に溶け込んでました。吸着系のソイルだったのでいいかなと思ったんですが、1年経ったくらいで水槽が汚く崩壊しました。水を循環させる場合は何年も崩れづらいソイルを使うといいですね。砂利だけでもいいんですが、多少栄養があるものを使うと途中で液肥を添加したり、液肥を含んだスプレーを吹きかけたりしなくても済みます。管理が放置で良くなるのでいいです。まめに管理できる方がいれば砂利でもいいと思います。やってよかったこと3つ目です。3つ目は蓋をして完全に密封です。これは欠点と利点の両者が混在します。利点としては密封することで湿度を高く保てることです。スプレーとか吹きかける必要がなくなるということですね。手間が減ります。それプラスカビが生えづらくなります。カビは好気性の菌で、乾いた環境と湿った環境が交互に繰り返されるような場所を好んで繁殖します。お風呂場とかね。開けたり閉めたりすることでカビが生えやすい環境になります。またこのように密封すると水が蒸発して蓋に水分がついて、それが落ちてブセファランドラに雨のように降り注ぎます。水が減ることがないので足し水をすることなく維持ができます。密封する欠点としては換気ができないことによる蒸れです。室温がコントロールできない夏は部屋の温度が35度を超えることもあります。その時に内部の蒸れがブセファランドラにダメージを与えると草は溶けていきます。ただこれは管理する場所が20度から26度程度で安定的な環境であれば問題は起きません。密封維持の欠点を減らして利点を最大限に生かすことができます。ブセファランドラやアヌビアスナナはとても高価な水草です。その割に簡単に育てることができます。またパワーの強い LED ライトや特別な設備は必要ありません。結構強い品種なので多少の変化にも耐えられる水草です。水中、水上用ともに育てやすい水草と言われています。しかしながら実際は水上管理をしたら溶けてしまったり、カビてしまったという話はよく聞きます。もちろん私も同じような経験をしています。その上で私の失敗や成功から得た情報が皆さんの参考になれば嬉しいです。陰性水草かっこよく管理もしやすく、成長も遅いので、トリミングをするのをサボりがちな方や、これからサボりたいと考えている方、忙しい人には特におすすめの水草かと思います。水上育成をしておけば、いつでも水中でレイアウトに使うことができます。日々の日常が忙しくて疲れている方は陰性水草を水槽に入れて、ゆっくりと眺め、癒しのひとときを過ごしましょう。ブセファランドラやアヌビアスは成長がとてもゆっくりなので、一日でも早く育て始めるといいです。育った株を半分に分けて、また倍にします。それがまた倍になるので、楽しさも倍増します。水槽で使いたいなと思う頃にはたくさんの株に増えていることでしょう。ぜひ参考にしてみてください。